はいどうも、今日はですねこちらの三河黒松の目摘みをやろうと思います。目摘みですね。もう目摘み目切りもうなんだかねわかんない状態ですけど、とりあえず説明しながらねやっていこうかと思います。本来目摘みっていうとですね、もうこの状態になってない、まだ葉の出てないですね、ここがこう伸びた段階のロウソク芽っていうのをですね、途中でこうパキッとね折るようなのを松だと目摘みって言いますが、うちの場合はですねあんまりその芽が伸びなくて、伸びないんですよね。鉢が小さく締めてあるせいなのか、あんまり肥料をあげてないからなのかわかんないんですけど、そんな伸びないんですね。なので、元のねこうロウソク芽が伸びてきた段階だとそんなに大きくないんで摘むほどじゃないなっていうのがあって、でこの段階になってやっとこう強弱がはっきり分かるというか、こっちは強いですけどこっちは弱かったりとか、ちょっと見づらいですけどね、すいません。こっちか、こっちは弱い、こっちは強いみたいな感じで、やっとこう目の強弱がこの段階で分かるようになってきて、ここ分かりやすい、こっち弱いこっち強いみたいな感じですね。それを弱い方に合わせてこの三河黒松は少し目摘みしてみようかなっていう感じですね。こうやって葉が伸びるとかっこ悪いっていう風にされてるので、6月末とかですね、7月頭ぐらいにこの伸びた芽の元からこう切っちゃって、この緑色のところですね、この部分を切っちゃってもう一回2番目を吹かせて、短い芽短い葉のものをね伸ばしていこうってやり方があるんですが、これはそんなにこう芽がビヨンビヨン伸びてるわけじゃないので、もうこの段階で目摘みしてそれで終わりでいいかなと思ってます。同じようにですね、同じタイミングで実生してて、同じ場所に置いてて、同じ肥料のあげ方してる、三河黒松こっちにあるんですが、こっちはこうもうビヨンビヨンですよねビヨンビヨン。こうなっちゃうとちょっと間延びしちゃうかなと。小さく作るには少しこの部分の長さ長すぎだと思うので、これは単葉をやってですね、7月の頭ぐらいか、ここの元のとこからバスンと切っちゃって2番目吹かして小さく作ろうかなと思います。とはいえですね、この長さのこの伸びじゃいけないっていうわけじゃなくて、例えばですね、この大きさじゃなくてもっと大きくしてこう幹をぐるんぐるん巻いたりとか、枝をねこうバッキバキにこう折りたいっていう場合は、多少こうやって伸ばしといた方が、ちょっと明るいか、多少こうやって伸ばしといた方がですね、こう曲げやすいのでやりやすいと思うんですよね。今のこの緑の段階で無理やり曲げようとすると折れるというよりかは避けるかのようにパキンとこう取れちゃうと思うので、今はやんない方がいいと思うんですけど、もうちょっとですね枝が固まって、この緑の状態からこの茶色の方の状態に少しなってきた頃にはかけれますんで、早い段階からこうかけちゃってだんだん曲げていくっていうやり方もありだと思いますんで、そこは作るものの、目標にしているものですねの、形に合わせたりとか自分の好みに合わせて変えちゃっていいと思います。そうで、僕の場合はこれをねパタンこう思いっきり畳むってよりかは、ずっと短くねこう作ってってゆっくり作るっていうのがいいなと思ってますんで、そういう風にこっちは単葉にしてこっちは今目摘みをして終わりっていう感じにしようかと思います。ただね元気にもし育てたい場合はですね、やっぱり何もしないっていうのが一番いいので、この状態からちょっと芽だけね止めといてで終わりにしとくっていうのがいいですね。これ去年単葉やった松なんですけど、やっぱりねどうしてもこう、短くてね綺麗には揃うんですが、なんていうかそのパワーが足りない感じがしますね。本当に何にもしないでちょっと芽を摘んだだけの時ってもっと葉は長いんですけど、この、伸びてるのと混ざってるから分かりづらいですが、この元の方ですね、元々の葉の方が、去年の葉ですね、これがもっと緑で黒々してて、黒々っていうのかな、もっと濃い緑で太くですねまっすぐこうビュッと伸びてて力強い感じになるので、もうすごい元気があるっていうのがね分かりやすく出るんですけど、ちょっとやっぱ単葉をやるとね若干力が足りない感じがして、
まあいいっちゃいいんですけどね、もうちょっと元気あった方がいいかなって感じですね。ただまあ毎年単葉やれるようにちゃんと肥料をねこうしっかりあげれるようにしたりとか、鉢のね大きさとか、形とかを変えたりとか、あとは用土ももっと水のねはけのいいものにしたりとかっていうのできますんで、必ずしもですね単葉悪いわけじゃないしやんなきゃいけないわけでもないので、好みですね。普通はどうもその展示会がある時にこう見せたいっていうタイミングで単葉をかけて、それ以外の時は休ませて元気をつけておくってやり方がどうも一般的みたいなので、そうですね、昔ながらのやり方だとそういうやり方なのかなにしてるみたいですので、そういう風にやり分けてもいいですし、ずっとこうやって短い状態でいつでも見れるようにしたいっていう場合はちゃんと肥料をあげて常に元気が出るようにするっていう方法を自分で研究するっていうやり方もあるので、お好みでっていうことですね。毎回お好みでって言ってて申し訳ないんですけど、一応方法だけ提示しといてお好きな方をやっていただければと思います。すいません、前置きがむちゃくちゃ長くなりましたが、しょうがないですよね。よいしょ。これ切るだけの作業は数秒で終わるのでしょうがない。横のに合わせて、横のがだいたいこれぐらいなので、これを半分ぐらいにしようかな。切って、ちょっとねこの刃巻き込まないように切るのがやや難しいんですが、ちょっとずつなんかこう切ってもらって、今こんぐらい切りました。こんぐらい切って、だいたい長さが同じぐらいになったかな。刃の量ももうちょっと少なくした方がいいかな。いいか、あんま攻めると危なそうなんでっていうのを全体的にやりながら、ただねやっぱろうそく芽のまんまの時に芽を摘んどいた方がね多分こうビヨンビヨン伸びることもないし葉もあんま長くならないんだろうなとは思うので、よいしょと。うちみたいにあんま伸びなくて、結局この段階まで来なきゃ分かんないっていう場合じゃなければやった方がいいかなと。その段階で滅味しちゃった方がね楽かなと思います。はい、できました。こんな感じですね。あんまビヨンビヨン伸びてないので、もうこれで今年は終わりで、あとはなんかこういうところからね、また切ったところから芽が伸びてきて、それが四方八方でそうだったらそれを芽摘んでみたりとかっていう感じですかね。はい、じゃあ以上三河黒松の芽摘みでした。作業自体は超少ないです。で芽切りとか芽摘みとかよくわからんっていう方はですね、ちょっと前の動画でざっくりとなんですけど、1年間で松の芽ってこのタイミングでこうやって切っていくと大体こうなりますよっていう動画をねちょっと前に作ったんで、そちらの方をね是非見ていただいて参考にしていただければと思います。必ずしもどれかやんなきゃいけないってわけじゃないので、自分の作りたい方向が決まったらそれに合わせてその作業をしていくっていうだけで全然大丈夫ですので、最初のうちはねとりあえず元気に育てることが一番大事ですので、そこをね大事にして、で自分でできるようにいろいろなってきたなと思ったらちょっとずつ作業をね難しくしたりとか増やしたりとかしてこういうことやってみていただければなと思います。はい、じゃあ今日もねご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではまた。そうだ、おまけというかお知らせというか、最近ちょっと更新が鈍ってきてるんですけど、ちょっと動画のネタ考える時間を鉢作る時間に当てちゃってて、どこ行ったかな、あっちか。こういうのをね作っていきたいなとは思ってるんですけど、なんかそれとおまけでねなんかこんなん作ってみたりとかこんなん作ってみたりとかね、僕の楽観使ってこんなん作ってみたりとかねいろいろやってますんで、今年1年かけてねちょっと自分の鉢をねこう作ってって、ある程度形にできたらいいなっていうふうに思ってますんで、大事な作業のタイミングではいろいろやると思うんですけど、前みたいにちょっとなんかこうバラエティに富んでいろいろやることは減るかもしれないので、一応頑張りますけどね、そういう感じで見ていっていただければなと思います。はい、今日もねありがとうございました。